複雑な恋愛だよね。あなたが愛人の側かな。頑張ったあなたに新展開と。もしくは、両者とも既婚者かもしれないね。そういう形かもしれない。あるいはあなたが絵に描いたような理想的な家庭を、幸せのあり方っていうものを夢見てる、もしくはそういうビジョンを願えない相手に、思いを寄せていたっていう、そんなメッセージが降りてくるかな。この5の山に、トップが10オブペンタクルスで、完成してるんだけど、さらに体の位置にワールドが来てるんだよね。だから、あなたはひょっとすれば一回は諦めたかもしれない。もしくは、自分は影のパート、光の当たる側には出れない人間なんだと。それでいいんだって。これが私にとっての完成形なんだと。一旦、それで良しとしたかもしれないよね。だからそういう意味ではワールドなんだけど、ちょっと悲しいワールド。で、なぜそんなそのワールドにもかかわらずそんな切ない感じがするかっていうと、この5に5のワンズが来てるんだよね。で、ちなみにこのタイの山の5にもちょっとね、うつろなムーンが来てるんだけど、そもそもあなたがこの方に惚れ込む動機みたいなもの、何なんだいっていう、ちょっとここがミソだよっていうね、メッセージが来るよ。今はそれはちょっといいとして、原動力がちょっと何かあなたでも気づいてないような別の問題をこの恋に投影してる形になってるよっていう、そういうね、言葉がちょっと降りてくるかな。それでだからなんとなくちょっとなんかワールドが少し切ない感じがする。だからあなたがひょっとすれば、自分は影のパートの女でいいんだみたいな、それで一旦は良しとしたよっていうのが出てる。だけども新展開としてはやっぱりこれも原動力がやはりムーンで、とてもちょっとやっぱりうつろだし、その移ろいやすい、もしくは一歩踏み出すのがとても怖い、今まで自分が踏み出したことのない領域、自分にとっての未開のゾーンだからとっても怖い。だけどそれが原動力になって、あなたはセブン・オブ・ソーズでまたこう行動を起こすんだよね。一旦は良しとしてたんだけど、やっぱり込み上げてくる思いで、だからこれが多分新展開、新たな展開を呼ぶんじゃないかな。で、体の位置には力が来てる、大アルカナのね。あなたはライオンをね、手なずけますよと。で、それが永遠のシンボル、8の字が来てるけれども、永遠ってことはないけどね。だけども永続的に続くと。で、このライオンっていうのはおそらくこのお相手様じゃないかな。エンペラーの。不動でなかなか動いてくれなかった人。あなたが我慢しなくちゃいけないことが多かったっていうメッセージが降りてきます。だけれどもトップではキングのワンズ。
やっぱりキングでどっしり構えてるんだけど、少し大アルカナのエンペラーよりはあなたに対して積極的かつ具体的な情熱を燃やしてくるよ。ちょっとだから立ち位置が変わってくる。あなたが抑えきれない気持ち、もしくは今まで抑え込んでいた気持ちをちょっと卑屈かな、後ろめたいかな、後ろ髪を引かれながらも動き出すことで、このお相手さんがちょっと変わってくるよ。で、真ん中ドンと来てるのが2のワンズ。まあ本当にまだ、踏み出したばかりだよね。男と女かな。2つの情熱が、まあ灯っている状態。非常にシンプルな状態。だけど大きな変化なんじゃないかな。ずっと何か動かなかったことが、まあ、この天のペンタクルもそうなんだけど、でワールドで一回腑に落としてしまってたこと、それぐらいもう固まっちゃってたことがちょっと毛色変えてくるよ。それがだけどもあなたにとってはね、大きな新展開となるんじゃないかな。だからこの恋の行方から外れれば、あなたにとって重要なポイントはこの2枚だね。5のワンズとザ・ムーン。この恋愛に打ち込んでいるけれども、自分がなぜこの恋愛に見せられてるのかっていう。このカードは結構なんか強くくるね。これはケルト民族の祭りでの再会、リユニオンだね。まあやっぱり一回は諦めたんじゃないかな。身を引いたんだけれども、やっぱり何か引きつけ合っちゃうんじゃない。もう一回結実してしまう。かつ、嘘じゃない情熱の炎、このキングオブワンズだけど、エンペラーからワンズだけど、もう一回再燃する、力っていうのを感じるよね。この天のペンタクルっていうのはさ、経済的に、完全に成熟してる状態、完熟の状態なんだよね。で、絵に描いたような幸せな家庭で、そこにこれはもう完成形なんだけど、しかしその完璧な状態の中に浮上してくる疑惑とか疑念、本当にこのままでいいのかなっていうような、だからここからまた振り出しに戻っていくんだよね、ペンタ君の位置に。どうもこのね、女性、黒いマントを羽織っている、茶色かな、焦げ茶色のマントをまとってるこの女性がね、なんかあなたな感じがするよね。一旦はやっぱり身を引いた。だけれどもやっぱり何か、いや違うんじゃないかって、お相手さんのその意識みたいなもの、ひょっとすればね、夫婦間の中には、物理的にはね近くにいるわけだけれども、心は遠く離れてしまってるかもしれない。そこら辺を見抜いてるかもしれないね。ただちょっとお子さんが見てるのがね、ちょっと心苦しいと思う。で、あとワンちゃん、可愛いワンちゃん2匹いるって。ワンちゃんもなんかかわいそうだな。私は南極物語を子供の頃見てね、ワンちゃんが南極大陸に残されるのが辛くてもうね見てられなかった。あれだからむしろ高倉健が残ってね、
高倉健が1年間南極でサバイバルすればいいんだってね、思ってた。何の話をしてんだ、ちょっと脱線しちゃったけども、なんか映画とかでワンちゃんが死ぬのは耐えられないでしょ。何なんだろうね。人間が死んでいいってわけじゃないよ。人間が死ぬのももちろんね、悲しいシーンならそれは悲しいわけだけど、まあそれはさておきとして、だからやっぱりここで一回なんか身を引いてた、もうそれでいいんだと思ってたけど、やっぱりもう一回燃え上がっちゃうんだろうね。だからそう考えれば本当このワールドっていうのがまあ良い切なさが消えて、良い兆しを感じるよね、今後の。で片やこのハーシークレッツだけど、おそらくね、あなたのね、このセブンのソーズ、あなたが取る行動に関して噂が立っちゃう。秘密がバレる。だけれども体の位置に来てるでしょ、この力が。だからあなた強くなるんじゃない？今まではどうしてもやっぱり自分がね、突進したい、もうゾーンに入って集中したい、突き詰めたいと思ってる恋なんだけど、どうしても後ろめたさがあったと。でそこが超えていけなかったと。だけれどもまあ一旦、このシークレットのカードからは矢面にさらされるよっていうねメッセージが来るのね。だけどそうすることであなたは揉まれてとても強くなるよっていう、そういう流れが見えるよね。虎穴にいらずんば孤児を得ずでさ、やっぱり得難きものを得るためには代償を払わなきゃいけない。無償ではいられないと。だからそこがちょっと怖かったのかもしれないよね。あなたにはひょっとすればこの恋愛にね、なぜ打ち込むのかっていうその原動力にあなたでも気づいてないそのね、隠蔽された陰性のパワーがあると私は伝えたんだけど、ひょっとすればこの方と本当に愛し合ってて、この方もその次に進みたいと思っているけれども、社会通念上のね、しがらみっていうのかな、その体裁みたいなものが怖くて動き出せなかったとすれば、そこら辺の何かわだかまりがあなたが踏み出していくことで、あなたは揉まれて強くなるってことかもしれないね。ひょっとすれば身を引くということを美談としていたかもしれない。だけれどもそれは本当はただあなたが自らにとってのね、未開の土地だよね。それを自らのなたでこう草木を伐採してさ、開拓することを恐れてるだけだよって。もうちょっとなんかぶっちゃけた言い方すれば、その自らの手を汚すことをためらっていただけだよって。だけど本当に自分の望むものが欲しければ時として汚れ役も演じなきゃいけないって。あまりその正当化しきれないわけなんでね、やっぱり。そこまで来たところでこの陰性のさ原動力がこのカッカカッカと、メッセージをね、熱をこう発してくるんだけれども、だけども今このセブン・オブ・ソーズから来るメッセージはそうだよね。このハーシークレッツとあなたのその行為が噂になるよって、バレちゃうよって、もう逃げられないよって、全部受け止めなきゃいけないよって。
だけどもその状況を経てあなた強くなるよ。例えば今までの人生生きてきてさ、何か煮え切らない、何か自分の人生に自分の足で降り立ってない感、本当に私自分の人生生きてんのかしらっていう、そのリアリティがこの力なのかもしれないね。あなたに欠落していたリアリティが、この力のカードが持ってるエネジーかもしれない。あんまりここばかりにさ意識集中すると本当恋愛がどうでもよくなってきちゃうけどねあくまでメインは恋だよね。だからやっぱり恋も人間がやることだからね、生身の人間がやることだから、突き詰めきればね、やっぱりとても朴突とした世界に突入していくよね最終的には。宝生如来様、自分フィルターを外してみてくださいと。あなたの思い込みとかだよね。思い込みとか考えすぎとか、周りの目を気にしすぎとか、自分のキャラなんかもそうかもしれないよね。長年演じてきた、もしくは演じざる得なかったキャラクター。一度演じた以上その役柄を演じなければいけないっていうプレッシャーが働くもんだよね。自分のキャラクター、周りが期待してるキャラを演じ続けなきゃいけない。それも結局自分のフィルターになってきちゃうね。それがだんだん自分の主観となってくるから、その色眼鏡をつけて物事を判断しなきゃいけないと。そのキャラが持ってる思考パターンに沿って動かなきゃいけない。だけどそのフィルターを外してごらんなさいと。難しい形のね恋愛でやっぱり倫理的にとかさ、社会通念的に非常に厳しい、難しいとは思うんだけど、ただやっぱりこのカードのね、このあなたを見てるとやっぱり囚われてる感じがするんだよね。思い込みすぎてる、一人合点で自分の中で完結しようとしてる。だから自分フィルターを外しなさいと宝生如来様は言ってるんだと思う。あるいはこのシークレットだよね。あなたのその行為が周りの人たちの噂になると、ね、うわーどうしようって、いやーもうとんでもないことしちゃったって、もう顔が真っ赤っかになってさ、顔から火吹くような、うわーもうどうしようみたいなね、そういう気持ちになるかもしれない。なるようだったらちょっと待ちなさいと。そんなにひどいことかいって。あなたはただあなたにとっての未開の土地、未開ゾーン、まだ立ち入ったことないゾーンに一歩踏み出しただけだよ。そんなに怖がりなさんなと。一回ちょっと矢面に立ってみなさいって。世間に揉まれてみなさいと。そうすれば強くなるよって。その強さがあなたがね、求めてるそのリアリティじゃないのと。この5ワンズやさ、ムーンで感じるうつろさ、うつろな原動力。ただあんまりここに追求しちゃうと本当恋人がどうでもよくなってきちゃうだろうから、あんまり深掘りしすぎない方がいいかもしれないけれども、
で、結局これがね、お相手様にもね、かかってんだよ。このキングの。不動で動かぬ。キングにもかかってて、この方もやっぱりあなたの動きを見て、少し変わってくる。まあ、あくまでまだキングだけど、ちょっともう少し前のめりになってくるんじゃない？具体的な情熱を燃やして、まあ、あなたに、再接近してくるよと。そんなメッセージが来ますね。まあ、頑張ったあなたに新展開だけれども、ちっちゃい一歩かもしれないけど、まあ、大きな一歩だよね。とっても地味な一歩かもしれない。だけれども、その意味っていうのはとても大きな一歩ですよと。星尾如来様、おっしゃってます。戦いの時かな。急展開。新展開か。新展開でまた戦いなのって思うかもしれないけど、まあ、5のワンズが来てんだよね。で、やっぱね、ソードが結構強い力を感じるかな。この5の山で言うとね、あなたは今までね、お相手さんにやり込められてたよって。このキングのソード。で、さらに6 of Wands。これはお相手さんのね、勝利だと思うよ。で、あなたが大アルカナの女教皇。できてる。で、ちょっとなんか、思うところはいろいろあるんだけど、動けない立場にいたんじゃないかな。あなたの中には、ちょっと勝たせてあげるわよぐらいの、そういう奥行き、余裕を感じます。まあ表向きはだからお相手さんにお株を奪われるっていうか、やり込められてるような状況だったよって。それがまあこれは経済を表してると思うけれども、ある程度先立つものの見通しが立ってから、このナイトのソーズが、これは私あなたに見えるんだね。このソーズとページのソーズもそうなんだけど、あなたが動き始めると。だからまあ大アルカナの2のね、女教皇のような立場にはいられない。もう足軽のような立場かもしれないね。自分で動かなきゃいけない。そういうポジションに来るんだけど、で、その先にいるのが、この大きいトライアングルの体。で、このキングのソーズと、対になってるんだけども、まあ、純粋な愛だよね。とても無邪気で。あなたにインスピレーションのひらめき、天からのメッセージをあなたに伝えることができる、その媒体になることができる存在だよね。まあ年下ないし年下のような恋人かもしれない。で、隣の3を見ると同じシルクハットの人とまあ
ね、無邪気にダンスしてる姿を見るとおそらく恋人じゃないかなと思うけれども、まあ、3はね子供も意味してるからね、だからひょっとすればお子さんかもしれないね。まあ今まではずっとあなたはまあ立ち位置的にも動けなかったと。だけれどもいよいよ準備ができたので動き始めるという新展開が来るよと。でちょっとげっそりしてしまうかもしれないけど、でまあこれでじゃあね万々歳っていう状況じゃなくて、真ん中に来てるのはページの想像なんだよね。だから一番もう足軽、もう自分がもう先陣切って、自分が一番なんていうかな、こう現場最前線っていうか、そこに立たなきゃいけないよって、そのポジションに来る。で何をやるかっていうと5のワンズ、もう白々しいような、まあ、戦いをしなきゃいけない。まあ、ひょっとすれば今までやってきた闘争の残像のようなね、形骸化したあなたにとってはとてもバカバカしいと思えるような戦いを続けなきゃいけないっていうのが出てる。うん。だけども頑張ったあなたに新展開っていうとやっぱりここの体のトライアングルじゃないかな。ここがやっぱり、大きいんじゃないかな。で3のカードが来てるからね、やっぱり大きな喜び。ダールカナだから人生におけるやっぱり大きな用のイベント、ポジティブな、出来事、大きな出来事として来るよっていうのが出てますね。ただここにいとどまれないっていうのがまあ厳しいよね、現実はね。そんな感じかな。まずね、こちらイニシエーションだけれども、あなたがけりをつけたいお相手さんといまだ形式的、儀式的なコミュニケーションを取り続けなきゃいけないよっていうのが出てるね。必要なことだよっていうねメッセージが来てる。まあこれはひょっとすればお相手さんが望んでることかもしれない。俺はお前を離さんぞと。形だけでも俺はお前が必要なんだって、そういうメッセージが来るね。まあ今まではあなたはこの方のねメンツを考えてか勝たせてあげてたけど、まあ今後ちょっと違う展開、新たな展開っていうのが出てくる。でアフロディーテのその、非常にね芳醇な愛の情動というのかな、陰と陽っていう感じがするよね。これがページのカップ、さらには3にかかってきてると。まだまだだから先は厳しいし、ひょっとすれば本当に無意味な戦いをしなくちゃいけない。もうちょっと言えば、なんていうの、こう人生のさらに成長するためのいいウォームアップ、これも一つの経験だって、思いっきり割り切ればプラスとして捉えられるかもしれないね。これも一つの通過点だ、人生のプロセスなんだって。白々しい戦いだけど、そういうふうに捉えることもできるかもしれない。だけどそのご褒美としてはとても人生においての大きな
まあ、喜び達成感みたいなものを得るよと、まあ、こと愛だよね。愛情面で非常に満たされるというのが出てる。だからやっぱりここにね、本当は行き止まりたいんだけど、やっぱりこの世界のために、もう一肌脱がなきゃいかんよっていうところだろうね。まあ実際だけどこの世界だけに行き止まったらふやけちゃうよやっぱり。現実はね。ただただこうメロで甘い世界だけにはやっぱりいられない現実がある。そう考えるとこのファイブ・オブ・ワンズがさ、この世の戦いなんてまあ全て白々しいもんなんだと、必要なんだよと、まあなんか正当化できるよね。うん。増長天様が来た。これはだけどもやっぱり戦いの時だね。新展開だけど、またねもう一度ちょっと一肌脱がねはいかんよ。今だってね急成長を遂げています。あなたやっぱ成長期なんだ今。戦いの時なんだろうね。わがままな言い方すれば、だからあなたもこの形骸化した関係性っていうのを我慢できれば、我慢してたかった部分もあるかもしれないよね。我慢してれば一つ形にはなる。そこにあなたの居場所がある。だけれども心のキャパシティ的にもう我慢ならないのかもしれない。もうそれが私のエゴイズムと言われようと、もう我慢できないものは我慢できないのよと。そういう力を感じるよ。それぐらいの力を。まあ、それぐらいの力すらをね、感じる。増長点、ソードのページね。で、5のワンズと。もう戦うしかないんだっていう。もう出てくしかないんだ。まあ、エースのペンタクルズなんか来てるからさ、まあ先立つものもあるし見通しはあるんだろうけど、やっぱり心の問題が大きいかもしれないよね。あなたがまあ与えてあげてたんだろうけど、お相手さんにはまだ余裕を感じるから、どっちかっていうとあなたのがせき立てられてもう出てくっていうようなね、フットワークの軽さみたいなもの、なんか自分のなんていうかな、こう自分が今まで自分を守るために身につけてたアーマー、重厚なアーマーを全部外して、まあ、丸腰とまではいかないけど、まあ、ソードを持ってるんだけど、もうなんか全面的に戦うみたいな感じなのかもしれない。まああなたがまあ成長してんだろう今。成長の時なんだよ。戦うことで成長する時。たとえそれが白々しい戦いであってもやっぱり必要なのかもしれない。まあページのカップだからね、あなたよりやっぱりおぼこい方なんじゃないかなと思うけれども、中央にはまあページのソードとしてねあなたがいるから、まああなたに今とても必要な存在でしょう。で実際あなたに多大なインスピレーションを与えてくれて、あなたのその愛の力っていうのを強くしてくれる人だよね。高めてくれる人、満足させてくれる人。ここだけにまだ集中できないっていうメッセージが来る。だけどこの喜びのためにまあ戦う時っていうのが出てます。もう戦いたくないっていう人たちがいるかもしれないけどまあ増長天様ね、まあ急成長の時だから、
戦いを促していらっしゃいます。いいですね。ハードウェイだね。これは。まあ頑張ったあなたに新展開。まあこの5の山で言うと、フォー・オブ・ペンタクルス。まああなたはコツコツと自分自身に投資をしてね、あなたの楽園に到達したナイン・オブ・ペンタクルス。だけれども、まあ、物質的な喜びが強いんだよね。このトライアングルの体の位置ではセブン・オブ・ペンタクルスがあるけど、何か物足りないその何か、まあ、公益の精神だよね。まあ、ボランティアとか、まあ、もしくは自分のことで言えばまあ投資とかね、なんか新たな何か、まあ、十分自分は自分のやるべきことやって到達したんだけど、足りない何かを埋め合わせるため、なんかないかなっていうような、そんなフラストレーションを抱えているよっていうメッセージが来ます。で、何かね、あなたにね、誘い話があるんだよ。うまい話があるよって感じで。で、それに乗っかると、まあ、とんでもない流れになってくるのかな。この5 of Pentacles で、まあ、9のペンタクルから5に行くんだけれども、まあ、困窮だよね。まあ、ゴールではない。まあ、通過点、プロセスの途中なんだけれども、まあ、全てを失うんだね。あるいは、逆に言えばだよ。まあ、これ、原動力がエースの騒動になってて、結構イケイケでいくと思うんだよ。イケイケでなんかその、儲け話にね、乗っかっていくんだけど、ひょっとしたら、あまりにもうまくいきすぎて、まあ、本当に大切なものを見失うっていう読み方もできるけれども、ただね、まあ、先に言っちゃうとやっぱトップがね、タワーなんだよね。大アルカナのもう、大きなもう人生のイベントがドーンって来てるから、そう考えるとね、やっぱり、なんか、あなたに対してそのうまい話が来るけど、それに乗っかると、とんでもない目に遭うよと。で、なぜかっていうと、この5のソードなんだけど、あなたを騙そうとしてる人がいるよと。ね。努力して、今、順風満帆の状態でいるあなたを利用してやろうっていう人がいるよって。それが出てる。なんていうかな、だから、あなたが水を得た魚でいられるフィールドから、外れたフィールドに誘い出されちゃうよって。そんなメッセージが来る。
今それだけやれてるんだったらもうちょっとやれるんじゃないって、こうした方が絶対いいよみたいな感じでお誘いが来るかもしれないね。でそれに乗っかるとやっぱりそのやっぱキャパオーバーになっちゃうんじゃないかな。実力以上っていうよりはあなたのその専門ジャンル、あなたがあなたでいられるフィールドから外れちゃうよっていうねメッセージが来ます。でこの状態になると結構もう長引くんじゃないかな。もう理路整然としない、もう腑に落とすことができない悩みに苛まれると、病んじゃうよね、ナインオブソーズで。頑張ってきたあなたに新展開でほんとタワーがドンってきてるし、なんで仕打ちなのってね思っちゃうよね。だけどタワーも人生のねほんと大きなイベントだからね、これ負のイベントで上っ面のものとかさ、もう上滑りするようなものも全部振り落とされちゃうよ。断捨離断捨離大断捨離。だからこのシックス・オブ・ソーズなんかはさ、このカードだと本当は大脱出って感じだけど、だから大きく今自分がいる場所から大きく移動するんじゃなくて、そのハートの面だよね。メンタルの面でもう少し自分がその落ち着ける場所、もうちょっと心平穏でいられる場所に少しこう気持ちの面で移動するといいんじゃないかな。このカードだと本当一大アドベンチャーみたいな感じで見えるんだけど、多分このナインのペンタクルスの状態だと、恵まれてはいるんだけど多分物足りんと思うんですよ。やっぱりただ物質的に恵まれてるだけじゃもう足りないと思うからね。あなただけの楽園だから。人類とのつながりとかいう前にまず社会人としてこの社会とこうつながっていたい、社会に対するこう帰属意識みたいなものが欲しい。まずそこら辺がちょっとウィークポイントとして出てるかもしれない。そこをうまく利用する人がいるからあなたをよいしょよいしょしてあなたのそのキャパ以上のことをあなたに振るよって。でそれにイケイケで乗っかっちゃうともう病んじゃう。やだねこれ。でも頑張ったあなたに新展開なのに、だけど結構だからハードウェイなスプレッドが来たね。だから頑張ったあなたに新展開っていうことで言えばね、この豪雨の山のフォー・オブ・ペンタクルスだよ。あなたが本当コツコツ自分に投資してこのナイン・オブ・ペンタクルスの段階に到達したっていうところで考えてもいいかもしれない。随分ちっちゃい山になっちゃうけど、いいとこで言えばそうだよね。プラスのとこで言えば。カップのカードが1枚もないなと思っていた矢先、チャームズ・オブ・イシュタル、そしてアフロディーテが来たね。愛とかね、誘惑とか、もしくはデカタンス、ちょっと自堕落、酒とバラの日々みたいな、
まあ、これがまあナイン・オブ・ペンタクルスにかかってんだよね。ロマンス詐欺とか大丈夫かな。あなたがその心の隙を突かれる。ちょっと気をつけた方がいいかもしれないね。だからカップのカード1枚もないんだよ。ナインのペンタクルスの状態にあって何がその足りない、その何がその足りてないんだ自分の。なんかそこに滑り込んでくる。そうそう、あなたのその甘いメロウなその部分っていうの、そこをなんか疲れるかもしれんね。でさらにアフロディーテが来てるからね、重ね重ね。うん、このなんか甘いドリームにこのナイン・オブ・ソーズがかかって本当に病むかもしれないよ。だからこうなってくるともうこのシックス・オブ・ソーズのこの大冒険、大アドベンチャーが本当なんか海外から電話かかってくるロマンス詐欺があるじゃない。俺は FBI だみたいな。俺は俺は FBI でその敵国のスパイに追われてるから助けてほしいみたいなね。そんなね、スペクタクルロマンスに引っかかっちゃダメだよ。これになっちゃうよ、本当に。もう断捨離断捨離っていうかもう大粛清断捨離だよ。もうドーンってくるよ。そうだからあなたにとってとてつもなく魅力的な異性が現れるかもしれない。あなたが望んでいるもの、あなたに今欠けているものを埋め合わせてくれる都合のいい異性に要注意だと思う。ちょっとありえないような形であなたにアプローチをかけてくるかもしれないね。でそれに乗っかるともうほんと人生で、もう多分一番の大負のイベントになるんじゃないかな。ドッカーンって。でしかも長引くと出てるからね。これはだからね、ちょっと要注意だと思う。まあ、新展開っていや新展開だよね。かなりの新展開。だけど乗っちゃダメだね、これはね。大黒天様が出てきたんだけれども、大黒天様がおっしゃるには、強い心と冷静さで変化の波に乗りましょう。ちょっと大黒天様イケイケだね。ちょっとハッスルしちゃってるね。私はこれね、乗っちゃいかんと思うよ。このなんか気球船か、セスナ気球船みたいなの。気球船だね。この気球船には乗っちゃいけないと思う。ただ大黒天様は乗り切れるから乗り切ってみろとおっしゃってるね。大黒天様的には今のあなたに欠けてるのはあなたの人生の根幹が揺らぐぐらいの一大ラブロマンスだと。一大アドベンチャー、愛のアドベンチャーがあなたには欠けてるとおっしゃってるね。だからとてつもないリスクを背負うけれども、今までそのリスク、その冒険を避けてきたんじゃないかと。これ大黒天様ってみんなの知ってる大黒天様って七福神の中のさ、可愛い大黒天様でしょ。大黒天様のオリジナルの姿はこっちだからね。戦いの神だから。いつしかその中世のさ戦国時代って終わったじゃない。終わってでビジネスの時代でしょ今。だからそのビジネスで勝つっていうことで商売繁盛の
今の可愛い大黒天様に変わるんだけど、これは真の大黒天様だから。これがオリジナルバージョンですよ。そう。なんかちょっとね、大黒天様は、ちょっとはっちゃけたメッセージをね、送ってきてますね。ただ、一理はあるって、まあ大黒天は失礼なんだけども、だけどもやっぱり、これぐらいのなんか、今人生を揺るがす新展開を逃すなっておっしゃってるんじゃないかな。乗ってみろと。ただそのリスクは肝に銘じなさいよと。強い心と冷静さだよね、これまさに。で、このリスクをちゃんと肝に銘じなさいよと。それができればあなたは乗り切れるよと。この大きなあなたの人生の根幹をね、揺るがすこの出来事も乗り切れるよと。行ってみますか？私はね、ちょっと、乗っかっちゃいかんような気もしますまあ、そうだね。ただ大黒天様はそうメッセージしてます。あんまりはっちゃけすぎないでくださいね。いいですね。